こんにちは、ゆうかです。ついに熊本県にやってきました。イエーイ。前回日本一周で宮崎県に行ったんですけど、青島神社で終わって、そこから200キロ近く移動して熊本まで来ました。日本一周といえば予算を決めているんですけど、前回の動画はまだ公開されていないので、今日は前借り借金ということで5000円借金させてください。それと宮崎編の残金が6240円残ってるので、それを足して11240円用意してきました。今日はこれで熊本を精一杯楽しみたいと思います。熊本には会いたい人がいるので、会えるのがめっちゃ楽しみです。まだ会えるかわかんないですけどね。それじゃあレッツラゴー。熊本初上陸です。嬉しい。さっきまで宮崎県にいたから、やっぱりちょっと雰囲気が変わりますね。見て、すごい長細い電車がいるよ。今日は降水確率が 90% だったんですけど、なんとか耐えてくれました。でもここまで来る道中で何回も大雨になって、降ったりやんだりが続いてて、私が熊本に入ってからは止んでくれましたね。初めての熊本ということで、今日は行ってみたかった場所があるから、今そこに向かって車を走らせてます。どこだと思いますか？ヒントは結構有名ですね。やばい、今標識出ちゃった。バレたかな。熊本といえばのところですけどね。最初は定番なとこから行ってみようかなって思います。くまモンだ。やばい、出会っちゃった。今日はくまモンに何回会えるかちょっと数えてみていいですか？そう、私くまモンに会いたかったんですよ。でも本人はまだ一度も会ったことがないから、本人に会えるかわかんないけど、でもこういう看板とかグッズとか、それも全部含めて今日は何回会えるかちょっと数えていきたいと思います。お、そろそろ着いたかも。ここだ。ここが行きたいところの駐車場です。ここを見てどこか分かった方いますか？いらっしゃいませ。ボタンを押して駐車券をお取りください。よし、できた。このバックモニターがついたから駐車が結構便利になりました。よし、それじゃあ早速行きたいと思います。じゃーん、到着しました。熊本城です。ちょっと今照れちゃって隠れてるんですけど、あそこにちょこっと見えます。熊本城は800円ですね。チケットとパンフレットをゲットしました。これで熊本城に近づける。初めての熊本城。やっぱり熊本観光といえばまずはね、ここですよね。ここは外せないですよね。おー、木に隠れてた熊本城が見えました。迫力すごいですね。やっぱり近くで見ると色合いちょっと可愛くない？お城みたい。お城か。あれ待って、私の方がでかいんじゃない？これぐらいじゃん。一緒ぐらいだ。なんだ、私熊本城じゃん。天守閣入り口だって。せっかくだから中に入ってみよう。天守閣に登ることを頭閣って言うんですね。いろいろ勉強になるな。わ、すごい。結構ハイテクなんですね。最新だ。中に入るとこんな感じで熊本城のいろんな説明が書かれています。これはこれから行く最上階の模型だそうです。中にもしっかり畳とかがあって、すごくちゃんと再現されてますね。ついに最上階まで上がってきました。
疲れた。熊本城はエレベーターあるんですけど、健康の人は使えないらしくて、最上階まで歩いてきました。ちょっと待って、体力がなすぎてヘトヘト。でもめっちゃ綺麗です。これは階段登った甲斐がありますね。じゃーん、熊本城最上階からの景色です。すごい。お、くまモン発見。2匹目見つけました。そしてあっちの方は阿蘇山らしいです。あ、そう、阿蘇山にも登りたいんだよね。うわ、見て、パパクリ発見した。なんか私だけポツンって浮いてない？綺麗な景色たくさん見れたから、帰りはエレベーターで帰りたいな。頑張って歩いて1階まで降ります。熊本で足元鍛える。熊本城から降りてきたところにお休みどころがあったから、ちょっと休憩しに来ました。ちょっと暑すぎるのでまんじゅうアイス買っちゃいました。久しぶりに食べたけど美味しい。今日気温が31度もあって、これでも涼しい方らしいんですよ。これより暑くなったら私このアイスよりも早く液体になっちゃいそう。ちょっとお散歩がてら桜の小路という商店街にやってきました。ここの桜小路商店街は熊本城のすぐ後ろにあります。ここのいきなり屋渡辺というお店でいきなり団子を買ってみたいと思います。じゃん、ゲットしました。いただきます。さつまいもとあんこが入ってます。このいきなり団子は熊本県の名物らしくて、いきなりっていうのは熊本弁で簡単にとかすぐにっていう意味らしいです。こんなの簡単に作れるなんてすごくないですか？私だったら難し団子になりそう。本当は他にも食べ歩きしてきたかったんですけど、この後お昼ご飯も食べたいからこのくらいにしておこう。後ろをカスタムしてから積んでる荷物の量が大きくなったから、若干燃費が悪くなった気がするんですよね。まあでもこの車お父さんからもらった時から結構燃費悪いよって言われてて、実際結構燃費悪かったので、まあこれ以上燃費悪くなってもあんまり気にならないというか、しょうがないなとは思いますよね。今熊本城の周りで1430円予算を使ったので、残りの予算が9800円くらいですね。結構今回ちまちま使ってるので、私めちゃくちゃ貧乏症で節約しちゃうんですよ。でもやっぱりみんなが押してくれた高評価だからね、そこはちゃんと使い切れるようにはしたい。普段は私自販機でお水買うのもちょっともったいないなって思うくらい、スーパーとかの方が安いじゃないですか。結構節約癖ついちゃってるんですけど、今日はガンガン使っていけるように、節約癖を今日だけはなくせるように頑張りたいと思います。くまモンスクエアにやってきました。くまモンが日曜日に来るらしいから今日は会いに来ました。なんだけど14時から来るらしくて、今14時過ぎちゃったの。ちょっと急いで行ってきます。急げ、くまモン待って、置いてかないで。やばい、入場制限かかっててとてつもない人気です。ちょっと列に並んでみますか。やばい、くまモンの出勤時間が残り10分しかないけど会えるかな。今ずっと行列並んでるんですけど、呼ばれるまで待ってます。これもしかしたら入れないかもしれないんだって。どうしよう、せっかくここまで来たのに会えないなんて。
今からくまモンがハイタッチしに来るらしい。やっと近くで会える。来た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 。やばいやばいやばい。ありがとうございました。ありがとうね。リンゴ姉さんだけ長いですよ。長いです。すいません。ありがとう。やったー。嬉しい。やった。くまモンと会えた。しかも長くこっち向いてくれて嬉しい。くまモンに会えて大満足でした。でも軽々しくくまモンに会いたいなんて言うもんじゃないですね。もうステージ上では通訳の方もついてて、プレゼントボックスとかも置いてあって大スターでした。でも最後にハイタッチしてくれてよかった。嬉しかったです。くまモンと離れ離れになって今は次の場所に向かっている途中です。すごくないですか、この景色。さあどこでしょうか。これは有名だから皆さん多分分かってますよね。そうです、阿蘇山です。今は大観峰っていう絶景が見れるスポットに向かってます。標高が935メートルあるらしくて、今かなり登ってきました。ものすごく絶景が見れる場所として有名なんですけど、阿蘇カルデラと阿蘇五岳が両方見れるそうです。もうさっき登ってくる途中に少し見ちゃったんですけど、すごくて本当に頂上に行くのが楽しみです。皆さんにもその景色をお届けしようと思います。熊本市内からはだいたい車で90分ぐらいかかったんですけど、あとだいたい5分ぐらいで頂上に着くっぽいです。楽しみ。わー、すごい。よし、到着。着きました、阿蘇山。それじゃあ大観峰からの景色楽しんできます。そろそろ見えるよ。阿蘇国立公園大観峰に到着しました。じゃ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 ーん。おー、すごくないですか、景色が。めちゃくちゃ綺麗。今日はちょっと曇っちゃったのでそこに雲がかかっちゃったんですけど、でもそれでもすごい綺麗ですね。360度どこを見ても綺麗な景色です。空気が澄んでて気持ちいいですね。大観峰を見て大感動。展望台にも行ってきました。景色がめちゃくちゃ綺麗で、もう大感動しました。帰りに売店でにしんめまんじゅう買ってみました。今日は意外とちゃんとしたご飯食べれてなくて、本当はもっと食べたかったんですけど、意外と時間がないから軽いものをたくさん食べようと思います。いただきます。赤牛肉じゃがにしました。中にこういう感じで肉じゃがが入ってます。美味しい。やっぱ肉まんは美味しいですね。お店が17時に閉まるっぽくて、揚げ物とか全部半額だったんですよ。でもこの後はご飯も行きたいから揚げ物はやめておきました。ごちそうさまでした。肉じゃがまんじゅうめちゃくちゃ美味しかったです。大観峰から30分ぐらい車を走らせて熊本ラーメン国定にやってきました。熊本ラーメンめちゃくちゃ食べたかったんですよ。じゃーん、めちゃくちゃ美味しそうじゃないですか。ちょっとちゃんと見せるね。私は卵入りラーメンを注文してみました。肩ロースのチャーシューと茹でたもやしと卵がなんと2つも入ってます。それじゃあお腹が空いてやばいので
早く食べます。いただきます。あ、美味しい。一応豚骨ラーメンなんですけど、深みのある味というかニンニクも入っているので、ただの豚骨じゃないような味がします。見てください。この太すぎず細すぎず健康的で一番モテるタイプですね。じゃあ卵も割ってみましょう。この卵もこだわっているみたいで、卵屋さんから届く新鮮な卵を使っているそうです。わあ、めっちゃ美味しそう。卵が入るとよりまろやかになりますね。優しい味になりました。国定は一応チェーン店なんですけど、熊本にしか展開されてないらしくて、チェーン店含めて4店舗しかないそうです。国定のスープ濃くて美味しい。ごちそうさまでした。お腹いっぱい。熊本グルメうますぎるな。ラーメン食べ終わってまたまた移動してます。日本一周中とか長距離移動の時はだいたい好きな音楽を爆音で流して歌ってるんですよね。歌ってるとめっちゃあっという間に着くんですよ。あとは絶対映せないんですけど、助手席で洗濯物とか干したりしてます。やっぱり雨女だからすぐ靴下とか濡れちゃうんですよ。もし洗濯物干してるとこ見てもそっとしといてください。こういうガタガタしてる道走ると後ろのカスタム大丈夫かなって結構気になってたんですけど、意外と結構丈夫で外れたりとかしないですね。で、音もカーテンしてると全然聞こえなくて普通に走れてます。この景色を見てわかる人はいるかな。私が今日最後に向かう場所です。まああそこですよね、私といえば。あともう間もなくです。じゃーん、到着しました。あ、そう、熊本空港です。すごい、熊本空港初めて来たんですけど、こんな感じなんですね。あ、黒川温泉も有名か。今回行けなかったな。ここには空港限定のくまモングッズがたくさん売られています。今日でくまモンのファンになっちゃったので、ちょっとくまモン目当てで来ちゃいました。じゃーん、お土産屋さんで買ってきました。これはパパクリッパに飾ろうと思って、いつも日本一周で行ったところのお土産を買って飾ってるんですけど、今回はもちろんくまモンにしたいと思います。それとこれはメイクする時にヘアクリップ使ってるんですけど、ちょうどなくしちゃったからくまモンに変えたいと思います。今日からこれがここに来ます。この後はまた駅前に戻って馬刺しを食べようと思ったんですけど、結構時間がもう遅くなっちゃって間に合わそうなんですけど、空港の中に馬刺し屋さんを見つけちゃったんですよ。だから今からそこに行きたいと思います。馬刺しごしもに頼んでみました。馬刺しはあんまり食べたことがないので、ちょっと何が何だか分かんないので食べ比べてみようと思います。それじゃあ今日はジンジャーエールで乾杯。なんか私が持ってるとちょっとビールみたいに見えちゃいますよね。本当に違いますからね。ちゃんとストローもついてました。じゃあまずはロースから食べてみよう。これはお醤油につけて食べるそうです。これめっちゃ美味しい。なんて言うんだろう、弾力があって飲み込んだ瞬間に
馬肉の旨味を感じるような感じがします。ちょっと説明が難しいけどめちゃくちゃ美味しいです。これは霜降りかな。ちょっとやばい、めっちゃ美味しい想像を絶する美味しさですね。馬刺しうまい。ちょっと菅野屋について調べてみたんですけど、熊本を代表する老舗馬肉専門店で鮮度の高い馬刺しや希少部位を提供することで有名だそうです。ここ以外にも他にも直営店があるらしくて、銀座通りとかあと熊本駅前にもあるそうです。お店選びまたまた大成功しちゃいましたね。私結構探すの上手くないですか？じゃん、頼んじゃいました。大トロちょっと奮発しちゃったんですけど、予算がまだもうちょっと余ってたので大トロ買ってみました。いや絶対美味しいですよね。これはこんな感じでめっちゃ美味しそう。これはうますぎる。うま熊本最後にこんな素敵なご褒美が待ってるなんて。今日頑張って走ってよかった。走ったのはパパクリッパだけど。それじゃあ私はカメラを止めて残り全部完食して空港といえばの場所に行きたいと思います。あ、そう、熊本空港。お、飛行機がたくさんいるよ。ANA だ。飛行機見てると不思議な気持ちになりますね。これからあの飛行機はどこ行くんだろうって考えちゃう。この麻生の文字を見るたびにあ、そうって言いたくなっちゃうね。ということで競馬で日本一周の熊本編でした。今回使った予算は合計で11,180円でした。もともと11,240円あったので残金が60円で収まりました。ギリギリでしたね。最後の馬刺しもう一品注文してたらめっちゃオーバーしてた。危なかった。いや熊本めちゃくちゃ楽しかったです。私が特に印象に残ってるのはやっぱり阿蘇山からの景色ですね。もう絵に描いたような景色を見れてめちゃくちゃ感動しました。あとは本物のくまモンに会えたのもめっちゃ嬉しかったです。もうくまモンに神対応されてファンになっちゃったので、これからもファンでいたいと思います。ぜひ皆さん今日の動画高評価をして次の件で使える予算を増やしてください。お願いします。ということで今日も最後まで見てくれてありがとうございました。ぜひ競馬日本一周で行ってみてほしい県とか来てほしいところとかあったら教えてください。チャンネル登録と高評価とコメント待ってます。バイバーイ。